どうも。さっきまで快晴だったのにあっという間にガスに包まれたなんて経験はありませんか？平地とは全く違う気まぐれな山の天気。今回はなぜ山の天気はこんなにも変わりやすいのか、すべての登山者が抱く疑問について天気のプロフェッショナル栗原千尋さんをゲストにお招きして徹底解説していただきます。今回は株式会社モノクロにも撮影協力をいただいております。栗原さんとは公式ホームページを作らせていただいたというご縁がありまして、その時の撮影にディレクターとして自分も入っていて、これは隠れきれずに一緒に写っちゃったっていう写真ですね。まあこういったつながりがあって今回の企画が実現しました。それでは今回のスペシャルゲスト、気象予報士の栗原千尋さんです。皆さんこんにちは。気象予報士の栗原千尋です。よろしくお願いいたします。栗原さんは気象予報士の資格だけでなく防災士の資格もお持ちのスーパーできる女ということで、気象予報士の資格ってどうやって取るんですか？はい、私その時東京に住んでて、森田さんって TBS で今も出られてる気象予報士さんがやってる会社のスクールに通って取りました。4回目で。でもこれでもまた少ない方なんですよ。たった4回で気象予報士の資格を取ったスーパーできる女ということでちなみに登山をされたことは？大学時代にハイキングサークルに半年くらい所属して、唐国岳とか登ってました。経験者でもあると。そんな栗原さんに今回はお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よく聞く山の天気が変わりやすいっていうのは本当なんですか？はい、本当の話です。まず天気が崩れる前っていうのは必ず雲ができます。で、雲っていうのは湿った空気が上昇するにつれて冷やされて雲になるっていう一連の流れがあるんですけど、それがそこに山があることで、風が入ってきた時に山の斜面に沿って上昇しやすくなるっていうことで、すごく山の天気を変える上で大きなポイントの一つになってます。じゃあ山の天気が変わってるっていうより山が天気を作っているってことですかね？はい、その通りです。先ほどの話だと山の上で湿った空気が冷やされて雲になるとのことですけど、標高による気温の変化についても教えてほしいです。はい、一般的には100メートル上がることで約 0.6 度気温が下がります。じゃあ1000メートルの標高差で約6度も違うってことですね。その通りです。それともう一つ、風がポイントになります。一番怖いのはこの風かもしれません。風ってそんなに気温に関係があるんですか？はい、気温というより体感温度に大きな影響があるんですよ。例えば風速1メートルで体感温度は約1度下がります。1度も？それはさすがに盛りすぎじゃないですか？全然これ大げさじゃないんです。冬に山に登った時に山頂で寒くてちょっと怖い思いをしたことはありませんか？寒いです。ありましたね。めっちゃありますね。その時風はどうでしたか？すごい風です。めっちゃ吹いてましたね。そうですよね。本当に危険なのは風なんです。この風による体感温度の低下をウィンドチルといって命に関わる深刻な問題にもなります。海老野市にある日本百名山の唐国岳でシミュレーションしてみました。登山口の気温は10度、山頂が1700メートルなので高低差は500メートル、山頂の風速が毎秒10メートルの場合、ウィンドチルによる体感温度はどうなりますか？2度くらい。その通りです。自分が冬に唐国岳に登った時は登山口で氷点下9度とかだったと思いますけど。はい、それだとマイナス20度を軽く超えると思います。なので
ウィンドシルなどの風を通さないウェアで登山に臨んでくださいね。へえ、ここまでとは知りませんでしたね。麓の天気と気温に騙されちゃダメですね。ここまでお話を聞いて参考になる一方で、じゃあそれをどうやって対策したり、事前に情報を得るためにはどうすればいいんですかね。まず大前提として天気予報っていうのは人が住んでいる平地を対象にしているので、登山をされる方は天気予報を 100% 鵜呑みにしたらダメっていうことです。確かにそうかもしれないですね。なんか他に実践で使えるテクニックみたいなのはないんですかね。それでしたら自分の目で空を見て天気を予想する観天望気っていうのをいくつか覚えるといいかもしれません。自分の目で見て状況を判断するってやつですか。ぜひ教えてください。わかりました。ではまずレンズ雲です。すごい。UFO みたいですね。とても特徴的ですよね。主に富士山にかかるレンズ雲が有名です。ある程度標高がないと発生しないんですけど、宮崎県では霧島連山や九州山地でも観測されます。これがあるとどういうサインなんですか？これが出てると上空で強風が吹いていることが多いんです。山という特殊な地形が生み出す雲で天気が急変する前兆でもあります。このレンズ雲をもし登山の途中で見かけたら下山を検討してもいいレベルだと思います。そうですね。この雲の中心にラピュタがある可能性もありますしね。そうですね。続いては日傘、別名ハロと呼ばれる現象です。これも天気の変化を読む重要なサインになります。このハロが現れると一般的に12時間から24時間後に天気が崩れる前兆として知られています。なるほど。レンズ雲は今まさに危険が迫っているサインで、このハロはこれから天気が崩れるっていう事前の予告みたいなもんなんですね。はい、そういう覚え方でいいと思います。この輪が見えるということは天気を崩す低気圧や前線が近づいてきている証拠なんです。雲の種類を見分けるのは難しくても、太陽の周りに輪っかがあるかで判断できるなら自分でもできそうですね。はい。見た目で判断しやすいのはこの2つですね。空の観察が自分や仲間の命を救うこともあるので、登山中だけでなく、普段から空を眺める習慣を持つといいかと思います。ここからは視聴者さんにいただいた栗原さんへの質問を行っていきます。全部で30件ほど集まったんですが、時間の都合で全部はできませんのでご了承ください。先日登山中に天気が急変し、山頂付近で雷がごろつきました。退避できるような場所もなく、周りの木々も低く身を隠せるようなところがない場合、どのように対処したらいいでしょうか。木の近くが良い、悪い、両方の意見があり、どうするのがベストなのか教えてほしいです。はい、雷怖いですよね。まず木の下の雨宿りは絶対やめてください。これは側撃雷といって木の横に人がいると木に落ちた雷が人に飛び移ったりして感電したりするんですよ。なので木の下の雨宿りはもう絶対ダメってよく言われてます。例えとして違うかもしれませんけど、寒い時期に指同士を近づけたら静電気が走るのに近いイメージですかね。それに近いと思います。はい。なるほど。でもしそばに木があったら4メートル離れると、だいたい大丈夫って言われていて、乗用車1台分をイメージしたらいいと思うんですけど、何にもないところ、あと岩場とか山の稜線とかにいた場合は雷しゃがみっていうのが有効だと言われてます。雷しゃがみ。はい。地面に近いところまでしゃがんで頭をこう低くしてでつま先立ちで小さくなる。雷しゃがみって検索したら出るので、なるだけつま先立ちでもう地面と接する面をなくすっていう。なのでポイントとしては木の下の雨宿りはダメ、姿勢を低くする、
この2点が山登りでは有効だと思います。もちろん避難小屋があったらそこに行く。登山中に地震が発生した場合、樹林帯にいたらどうすればいいのか、開けた岩エリアにいる時だったらどうしたらいいのかを知りたいです。はい。まず地震って揺れそのものには被害ってないじゃないですか。地震で被害、何が起きるかって言ったら、上から落ちてくるもので被害を受けるので、一番この文章の中で危ないエリアっていうのは岩場、もうすぐにそこから離れる、もう安全なところに逃げてください。なるほどね。山によって環境が全く違うので、落石など頭上に注意を払うということが大切ですね。山で突然雨が降るとき、事前にわかるサインってあるんですか？あります。まず天気予報で今日は大気の状態が不安定ですっていうフレーズがよく出ると思うんですけど、そういう時は突然の雨とか雷雨とか起こりやすいんです。で、山登ってる時に分かりやすいサインとしては、これは平地でもそうなんですけど3つあって、1つは雷鳴が聞こえる、雷がゴロゴロ聞こえるっていうのと、2つ目が真っ黒い雲が近づいてくる。で、3つ目が急に冷たい風が吹くっていう時。風が冷たくなるっていうのはただ冷たくなるだけ？はい。急に冷たい風がブワーって吹き出す。風が明らかに変わったなっていうのもサインになる。はい、風向きが変わるとか。これは個人的な質問なんですけど、去年とかだと紅葉で有名な山が全く紅葉しなかったっていうのがあったんですけど、これは気象と関係があったりするんですかね？はい、あると思ってます。紅葉の条件として、まず最低気温が8度を下回るっていうのが条件の一つです。緑色の葉っぱの成分であるクロロフィルが最低気温8度を下回ると分解されやすくなって、赤色のアントシアニンが増えていくんですよね。ただ最近夏が長いですよね。なので最低気温8度を下回る時期っていうのがどんどん遅くなっているので、その紅葉の時期もずれてるんだと思います。夏が長いことによって秋が短くなる。そう。これが紅葉に良くない。良くないです。ということは、温暖化がこのまま進めば紅葉が見られることすらなくなってくるのかもしれない。そうですね。もう四季がなくなりつつあるのかもしれないですね。確実に紅葉が見られるという状況ではすでにないので、事前に情報を仕入れて紅葉見物に行くのがいいかもしれませんね。というわけで今回は気象予報士であり防災士でもある栗原千尋さんにお話を伺っていきました。ありがとうございました。とっても楽しかったです。栗原さんは子ども向けのお天気教室や防災関連のセミナーをやっておられるということで、そういったワークショップや講演依頼などありましたらお気軽にご依頼ください。ご依頼はインスタの DM または栗原さんのホームページから受け付けております。栗原さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。というわけでね、初めてのトーク企画でしたがいかがだったでしょうか。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価やチャンネル登録していただけるとありがたいです。栗原さんはインスタグラムで気象の情報やご自身の活動を配信していますので、気になった方はぜひフォローしてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。またどっかの山でお会いしましょう。